前と後ろ。前と後ろだけ。もう割とかっこいいし、作るのも楽なんですよ。だからやりたがる人が多い。でもね、簡単そうと思ってね、舐めてかかって痛い目に遭うっていう。調子乗ってから。いや、舐めてはなかったんやけど、全然。いや、これのね、写真がね、なくってね。全然撮ってなくって、売れてるからかな。そうか。生地がね、可愛い。これ1メートルいくらですか？1メートル1180円。110センチ幅ですね。ってことは生地どのぐらいで作れるってことですか？2.2 ぐらいですね。110幅の 2.2。今2500円。おお。で裁断していきます。早っ。ね、早っ。でしょ？あれですよね、先生。ハサミはこう邪金とは使わないんですよね。結局刃の半分ぐらいですよね、使うのって。カーブは細かく、直線はなるべく大きくっていうのをなんか。コツですね。ポイントです。今の。ポイントか、わかんなかった。財団ポイントです。ありがとう。最大命。ぼーっと聞きよった。そっかそっかそっか。大事なところ。大事です。長さはきっとこれより長くてる方がいいので。いい感じの作業場あるのにできるんじゃない？もうやっぱね、このサイズがいりますね、先生。もうちょっとちっちゃい。そうなんですよ。途中でずらさなきゃいけないようだと大変なんです。だから裁断は裁断でこのぐらいのテーブルの上でやって、縫うのはまた別という。もう贅沢っちゃ贅沢な。けど完璧に環境を揃えた人ってやらなくなるんですよね。じゃあ置いとこう、私は。不思議なもので。できました。これであとはバイアステープ。バイアス。つないで。じゃああれ使うんですね。そうです。あれすごいね。あれすごいね。すいません、大丈夫かな。先生お話すいません。この生地ってまだあります。もうない。ないんですよ。よく見たのもない。全くない。色違いもあったけど、誰か。あ、ちょびっとしかないか。ちょびっとしか。ちょびっとどこも。これはそんなに長くなくていいんですか？これはもう襟だけなんで。それだけ？そう。でこれをつなぐんです。つないで足りるはずなんですけどね。これ先生入ってきたりはしません？ないです。それはもう現品限りなんですよ。福地ってそういうの多いですよね。いらないところは切り落として、でこれでつなぎます。こうか。こうじゃない、こうだ。じゃあちょっとつないで、そしたらここをまた直角に合わせて。ね、でアイロン。
ですね。はい、これでバイアス完成。早い。50センチは次は次、前と後ろをもうつなぎます。で、形を作っていくので極力ね。たらまずこの肩、パーツが今回型紙です。パーツが2個しかないんで、まず肩を縫い合わせます。一応ピンとか一つ二つは両側さえピンとけば、あとはもうずれないんで普通に縫えます。次は今縫ったところをロックかけますね。で、きちんと整えてあげます。次にこの平らな状態の時に襟ぐりの始末をしてしまいます。ここはバイアステープで、この縫い始めもなるべく左肩から縫い始めるようにしたら全部が統一して綺麗になりますね。ここを最初こうバイアスを折ってあげて、でここの縫い目にこうやって合わせてあげる。でここの端と端を合わせながらこの折り目の上を実際は縫っていく。それでぐるーっとこう一周縫います。これでここを合わせたらでこの最後はここを少し1センチ5ミリぐらいこう重ねるようにして、いらないところを切って、この間たどり着けなかった。私30でこれでバイアスつけるのは出来上がり。今のところを切り込みを入れていきます。あ、じゃあないんですよ。月に1回だけちょっとで。はい。はい。28、29ですかね。綺麗に仕上げるためにアイロンをかけますね。あ、そうなんですよ。これを実家は松山で、こういうふうにして今縫ったところをアイロンかけといてあげると、後で仕上がりは綺麗に簡単にできます。のところをこういうふうに折ってあげて、で
こういう風にするとここの始末が綺麗なんで、これ折れたらもうここをもう縫っていきますね。私別にここのもんでもないでもね。私今一番こういう感じですね。これでできた。これで中表にしたところからですね。これが中表してました。はい。で、あとはこの両脇をずーっと下まで続けて縫うだけなんですけど、ここの今日は簡単にします。こういうポイントのとこだけ待ち針打っとけば、あとは多分いらないんで。ロックミシンで切らない限りは。たら1センチでずっと縫っていきますね。で、今度はこの今縫ったところをロックミシンかけますね。いよいよロックミシン。いよいよロックミシンですけど、普通直線とか緩やかなカーブはそのままかけていけるんですけど、これ難しいとこがありますそうよね。こういうカクッとなったところ、これはこのミシンに関してはこういう刃を切らないで止めるところがあるんで、それをロックしといてあげたらもうこの刃が動かないんですよね。でこのままずーっと奥まで行ってあげて、で角まで行ったのか確認したらこう方向転換をしてあげる。すごい。そしたらこの角もこうちゃんと奥まで縫えてる。すごい。そのまま刃動かしながらやっていくとざっくり切ってしまうんで。なるほどね。これで反対側も同じように。これでロックも完了。みんな簡単にできるからどんどんやってください。見てると簡単なのよ。これでこのアイロンをかけて。
でも三つ折りですか？そうです。三つ折りにする方が洗濯に耐えますよね。ロックだと引っかかったりとかするんで。はい、完成です。できた。